ねえねえマリサ。なんだレイム。エリック・クラプトンって知ってる？ああ、ギターの神とも言われる伝説的なロック、ブルースギタリストのことだな。それでは、今日はエリック・クラプトンについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。エリック・クラプトンの幼少期ってどんな感じだったの？クラプトンは1945年にイギリスで生まれたんだ。彼の母親が16歳の時に生まれた子供だったんだぜ。父親は兵役でイギリスに来ていたカナダ人で、その後彼を置いて去ってしまったんだ。クラプトンは祖父母に育てられて、母親のことを姉だと思っていたんだぜ。複雑な家族関係だったのね。そうだぜ。その背景が、彼の人生と音楽に深い影響を与えたんだ。彼がギターにのめり込むきっかけは、13歳の時にアコースティックギターを手にしたことだった。最初はあまりうまく弾けなかったけど、すぐに練習にのめり込み、ブルースに心を奪われたんだぜ。ブルースに心を奪われたんだ？そうだぜ。彼が特に影響を受けたのはアメリカのブルースミュージシャン、ロバート・ジョンソンだ。ジョンソンの魂を感じる演奏に、クラプトンは夢中になって、彼のようにギターを弾きたいと強く思ったんだよな。ロバート・ジョンソンって、どんな音楽を作った人なの？彼はデルタ・ブルースというスタイルを代表するミュージシャンで、ギターと歌だけで聴く者を魅了するシンプルで力強い音楽を作ったんだ。クラプトンは後にジョンソンのカバーアルバムを出すほど、その音楽に強く影響を受けたんだぜ。その影響が彼の音楽にどう現れているのか、もっと聞いてみたいわね。クラプトンの音楽への情熱は、彼の幼少期から始まり、その後のキャリアにもずっと影響を与え続けているんだ。幼い頃から周りに理解されない孤独感も、ブルースにのめり込む要因だったんだろうな。そういう背景があったからこそ、彼の音楽には深みがあるのね。そうだぜ。彼のギターからは、言葉では表現できない感情が溢れてるんだ。次は、彼がどうやってプロのギタリストになっていったかについて話そうか。クラプトンが最初に有名になったのって、どのバンドだったの？それは、ヤードバーズだぜ。1963年に加入して、ブルースをベースにしたロックを演奏していたバンドだ。ここで彼は一気に注目を集めたんだよな。ヤードバーズって他にも有名なギタリストがいたんじゃない？そうだぜ。実はジミー・ペイジとジェフ・ベックもヤードバーズに在籍していたんだ。後にレッド・ゼッペリンを結成するペイジや、独自のスタイルで活躍したベックと並んで、クラプトンもヤードバーズでギターを弾いていたんだよな。すごいメンバーね。でも、クラプトンはヤードバーズを離れることになったのよね？その通りだぜ。ヤードバーズが次第にポップな音楽にシフトしていったことにクラプトンは不満を感じて、ブルースに専念するために脱退したんだ。次に彼が加わったのが、ジョン・メイオール&ザ・ブルース・ブレイカーズだ。またブルースに戻ったんだ。ああ、メイオールとの共演でクラプトンは本来のブルースを存分に演奏することができたんだ。ここで彼の名はさらに広まり、彼のギターは、クラプトン・イズ・ゴッドとまで称されたんだぜ。そんなにすごいギタープレイだったのね。そうだぜ。この時期の彼のギタープレイは、非常にエモーショナルで、ブルースの魂が込められていたんだ。クラプトンはブルースブレイカーズで、自分のスタイルを確立し、その後のキャリアにつながる基礎を築いたんだ。その後のキャリアっていうと、次はどのバンド？次に彼が参加したのが、伝説のスーパーグループ、クリームだ。これについても後で詳しく話すぜ。楽しみだわ。ねえマリサ、クラプトンには、スローハンドっていうニックネームがあるって聞いたけど、どうしてそう呼ばれるの？お、よく知ってるじゃないかレイム。クラプトンの、スローハンドっていうニックネームにはちょっと面白いエピソードがあるんだぜ。へえ、どんなエピソード？1960年代の初め、クラプトンがまだヤードバーズに所属していた頃のことだ。彼の演奏中にギターの弦がよく切れたんだよな。弦が切れると当然、ステージで弦を張り替えないといけないだろ？弦を張り替えるのに時間がかかりそうね。そうなんだ。クラプトンがステージで弦を張り替える間、観客は拍手をゆっくりと打ちながらその様子を待っていたんだ。
それがまるでスローモーションのような拍手だったから。彼のマネージャーだったジョルジオ・コメルスキーが冗談で、スローハンドって呼び始めたんだぜ。だから、スローハンドって名前がついたのね。そうそう。面白いのは、クラプトンのギタープレイ自体は決して遅くないのに、逆にこのニックネームがついたってことだな。確かに、彼の演奏は速くてスムーズだものね。でも、スローハンドってなんだかクールな感じもするわね。そうだろ？ニックネームってのはそんなちょっとしたエピソードから生まれるものなんだよな。クラプトンもこの名前を気に入っているようで、ずっと使われ続けているんだぜ。なるほど、観客とのやりとりから生まれたニックネームだったのね。なんだか親しみが持てるわ。そうだな。スローハンドは、クラプトンのリラックスしたスタイルや、ゆったりとしたブルースの感情表現にもぴったりな名前だって言われてるんだ。彼の音楽スタイルとニックネームがうまくマッチしてるのね。なんだかいい話だわ。だろ？こういう裏話を知ると、ますますクラプトンの音楽が深く感じられるんだぜ。また、クラプトンの音楽を聴きたくなったわ。ぜひ聴いてみるんだぜ。スローハンドと呼ばれるにふさわしい、心に響くギターが待ってるからな。クリームって名前はよく聞くけど、どういうバンドなの？クリームは、クラプトンとジャック・ブルース、ジンジャー・ベーカーの3人が集まったスーパーグループだぜ。1966年に結成されて、ブルース、ジャズ、サイケデリックロックを融合させた独自のサウンドを作り出したんだ。たった3人でどんな音楽を作ってたの？クリームは、たった3人で壮大なサウンドを作り出したんだぜ。特にライブパフォーマンスでは、それぞれの楽器が即興演奏で絡み合い、ものすごいエネルギーを放っていたんだよな。彼らの音楽は、ブルースをベースにしながらも、ロックやジャズの要素を取り入れていて、当時の音楽シーンに大きな影響を与えたんだぜ。その中でクラプトンはどんな役割を果たしていたの？クラプトンはギター担当で、もちろん彼のギタープレイがバンドの中心だったぜ。彼のエレクトリックギターから生み出されるリフとソロは、リスナーに圧倒的なインパクトを与えたんだ。クラプトンのギターって、どうしてそんなに特別なの？それは彼のギターテクニックと感情表現にあるんだ。クラプトンはシンプルなフレーズでも深い感情を込めて弾くことができるんだぜ。そのギターサウンドは、まるで言葉のように人の心に直接訴えかけてくるんだよな。すごいわね。そうだろ？クリームは短期間で解散してしまったけど、その影響力は今もなお残ってるんだぜ。クラプトンにとっても、クリームでの活動は彼のキャリアの重要な一部だったんだ。その後も彼はソロで活躍していったのね。クリームの後、クラプトンはどうやってソロ活動に進んでいったの？クリーム解散後、クラプトンはすぐにソロキャリアに進んだわけじゃないんだ。彼は一時的に、ブラインドフェイスっていうバンドを結成しているんだぜ。このバンドは短命だったけど、ここでもクラプトンの才能が輝いたんだよな。ブラインドフェイスってどんなバンドだったの？それはスティーブ・ウィンウッドとクラプトンを中心にしたスーパーグループだ。彼らは一つのアルバムを出しただけで解散したけど、その中でも名曲、Can't Find My Way Home が知られているぜ。またスーパーグループだったんだ。クラプトンってそういうプロジェクトが多いのね。ああ、彼はしばしば他の優れたミュージシャンたちと共演して、新しい音楽を作り出してきたんだ。でも、1970年にはついに本格的なソロデビューを果たすんだぜ。その時が彼の音楽的進化の始まりだったの？そうだぜ。ソロ活動を始めてから、クラプトンは自分の音楽スタイルをどんどん広げていったんだ。初期のブルースをベースにしつつ、ポップ、ロック、カントリーなどの要素も取り入れたんだよな。それが彼の多様な音楽性の秘密なのね。そうだぜ。彼の代表的なアルバム、461オーシャンブールバードでは、レゲエの要素も取り入れて、ボブ・マーリーの、I Shot the Sheriffをカバーして大ヒットさせたんだ。クラプトンの音楽は、ジャンルを超えて進化していったんだぜ。なるほど、彼は常に新しいスタイルを追求していたんだね。そうだな。クラプトンは、ただのブルースギタリストではなく、常に自分の音楽を変化させて進化させるアーティストだったんだ。彼のソロキャリアはやっぱり特別なのね。
の名曲、レイラってよく聞くけど、どんな背景があるの？ああ、レイラはクラプトンの中でも特に有名な曲だぜ。1970年代に、デレク&ザ・ドミノスというバンドで発表されたんだが、その歌詞は彼の恋愛経験が強く反映されているんだよな。恋愛経験って？この曲は、クラプトンが親友のジョージ・ハリスンの妻であるパティ・ボイドに対する思いを綴ったものなんだ。クラプトンは長い間、パティに恋をしていたんだが、彼女は既婚者だった。そこでクラプトンはその感情を音楽に昇華させたんだぜ。親友の奥さんに恋をしていたなんて、複雑ね。そうだろ？だからこそ、この曲には深い感情が込められていて、激しいギターリフと感動的なピアノのメロディが融合して、聴く者に強い印象を与えるんだ。曲の途中でテンポが変わる構成も、この心情の変化を表現しているんだよな。その背景を知ると、もっと感動的に聞こえるわね。そうだぜ。クラプトンの感情がギターを通じてダイレクトに伝わってくるんだ。彼のギタープレイと作詞のスキルが見事に融合している名作なんだぜ。レイラの音楽的な特徴も詳しく教えてくれる？もちろんだぜ。曲はまず、エレクトリックギターの激しいリフから始まって、そこにバンド全体が加わってくる。後半になると、ピアノの美しいメロディがゆっくりと展開して、静かな余韻を残す。これが曲全体のダイナミクスを作り出しているんだ。ギターの神と呼ばれる理由がよくわかるわね。まさにその通りだぜ。Tears in Heaven って、クラプトンの曲の中でもすごく有名よね。ああ、この曲はクラプトンの人生でも特に辛い時期に書かれたんだ。1991年に息子のコナーが事故で亡くなってしまったんだが、その悲しみを癒すために作られた曲なんだぜ。事故ってどんな事故だったの？コナーはニューヨークのアパートで窓から転落してしまったんだ。わずか4歳だったんだよな。その悲劇は、クラプトンに深い心の傷を残したんだ。そんな悲しい出来事があったのね。そうだぜ。Tears in Heaven は、その悲しみを表現した曲で、もし天国で息子に会えたら、彼は僕を覚えていてくれるだろうか、という問いかけが歌詞に込められているんだよな。歌詞を聞くだけで泣けてきそうね。実際、この曲はクラプトンの最も感情的な作品の一つとして知られているんだ。彼はこの曲を通じて、自分の悲しみと向き合い、リスナーにその感情を共有してもらうことで癒しを得ていたんだと思うぜ。音楽が癒しになったのね。そうだな。この曲はシンプルなアコースティックギターのメロディに乗せて、クラプトンの優しい歌声が心に染み渡るんだ。曲自体が短いながらも、彼の痛みと愛情が詰まった特別な作品だ。この曲を聴くと、クラプトンの心の中に少し触れられる気がするわ。まさにその通りだぜ。クラプトンって、ギターの神って呼ばれてるけど、どうしてそんなにすごいの？クラプトンがギターの神と呼ばれる理由は、彼の独特なギタースタイルと感情表現にあるんだぜ。特にブルースギターの分野で、彼ほど影響力のあるギタリストはいないと言っても過言じゃないな。具体的にはどんなところがすごいの？まず、彼のギターは単なるテクニックだけじゃなくて、感情がこもっているんだ。彼はブルースの基礎に忠実でありながらも、そこに自分の個性を加えるのがうまいんだよな。早弾きのテクニックだけじゃなく、一音一音に感情を込めるスタイルが特徴なんだぜ。感情を込めるってどういうこと？例えば、クラプトンの演奏を聴くと、喜びや悲しみ、怒りなんかが伝わってくるんだ。特にブルースのスローテンポの曲では、ギターの一音がまるで言葉のように感じられるんだよ。だから彼の演奏は心に響くんだぜ。それって本当にすごいわね。ギターで感情を伝えるなんて。そうだろ？特に彼が使うベンドやビブラートのテクニックは、聴く人に深い感情を呼び起こすんだ。それに彼のギターのサウンドはとてもクリアで、リズム感が抜群なんだよな。テクニックだけじゃなくて、音そのものも大事なんだね。その通りだぜ。クラプトンの音作りは非常に繊細で、ギターのトーンやアンプのセッティングにもこだわっているんだ。特に彼が使用していたフェンダーのストラトキャスターは、彼のサウンドを象徴する楽器だな。ギターの神っていうのも納得だわね。
彼の影響力はそれだけじゃないぜ。多くのギタリストが彼のスタイルを模倣して、クラプトンを尊敬しているんだよな。例えば、エディ・バン・ヘイレンやスティービー・レイ・ボーンなんかもクラプトンから影響を受けているぜ。次の世代のギタリストたちにも影響を与えたんだね。そうだ。クラプトンは常に進化を続け、ブルースを基盤にしながらもロックやポップなど、様々なジャンルに挑戦してきた。その柔軟さが、彼をギターの神たらしめている理由だな。音楽の幅広さもすごいのね。ああ、クラプトンは一つのジャンルにとどまらず、常に新しい音楽に挑戦してきた。だからこそ、20年にもわたって第一線で活躍し続けているんだぜ。クラプトンって音楽業界にどれくらいの影響を与えたの？クラプトンの影響力は計り知れないぜ。彼はギタリストとしてだけじゃなく、シンガーソングライターとしても多くのミュージシャンに影響を与えてきたんだ。特にブルースの普及に大きく貢献したんだよな。ブルースの普及ってどういうこと？クラプトンはアメリカのブルースをイギリス、そして世界中に広めたんだぜ。彼がブルースを演奏することで、若い世代のミュージシャンやリスナーたちがブルースの魅力に気づくきっかけになったんだ。これが彼の大きな功績の一つだな。ブルースを世界に広めたなんて、すごいわね。さらに、クラプトンは何度もグラミー賞を受賞しているんだ。彼の作品は商業的にも成功していて、音楽の質と商業性を両立させたアーティストなんだよな。Tears in Heaven なんかは、その象徴的な例だ。確かに、あの曲は世界中でヒットしたものね。そうだぜ。クラプトンの音楽はジャンルを超えて人々に影響を与え続けているし、彼が作り上げたレガシーは今も生き続けている。特に、クロスロードギターフェスティバルっていうギターの祭典を主催して、若手ギタリストに影響を与えているんだ。ギターの祭典まで主催しているのね。そうだぜ。クラプトンは若手アーティストの支援にも積極的で、彼の影響を受けたギタリストたちがそこで腕を競い合うんだ。彼は音楽業界全体の発展にも大きく寄与しているんだよな。クラプトンの影響は単に音楽を作るだけじゃないのね。その通りだぜ。彼は音楽業界の発展を常に考え、後輩ミュージシャンたちの成長をサポートしてきた。だからこそ、彼の存在はギタリストだけでなく、全てのミュージシャンにとっての偉大な模範なんだ。クラプトンの音楽の遺産はこれからも受け継がれていくのね。クラプトンの私生活ってどんな感じだったの？クラプトンの人生は音楽だけじゃなくて私生活でも波乱万丈だったんだぜ。特に彼が苦しんだのがアルコールとドラッグの依存だ。長い間、それに苦しみ続けていたんだよな。そんなに大変な時期があったのね。ああ。彼は1970年代から80年代にかけて、特にドラッグとアルコールの依存に苦しんでいた。クリームの成功やソロキャリアでのプレッシャーもあって、彼はそのストレスを酒やドラッグに逃がしていたんだぜ。それって彼の音楽に影響を与えたの？もちろんだぜ。彼の苦悩は音楽に反映されていて、特にブルースの曲にはその影響が色濃く出ているんだ。でも、彼はその依存から立ち直るためにリハビリに入ったんだよな。そして、彼はその経験を通じて、人々に対して依存症についての啓発活動も行っているんだ。それは素晴らしいわね。自分の経験を他の人のために活かしているのね。その通りだぜ。クラプトンは自分の依存症と向き合い、それを克服したんだ。そして、彼はその経験を通じて、人々にメッセージを送っている。音楽だけじゃなく、彼の人間的な成長も大きな影響を与えているんだ。クラプトンの強さがわかるわね。ああ、彼の音楽にはそんな彼の人生の戦いが現れているんだ。だからこそ、彼の音楽は深みがあり、聴く者に力を与えるんだよな。今でもクラプトンは活動しているの？ああ、クラプトンは今でも現役で活動しているぜ。最近では、ツアーやチャリティーコンサートにも積極的に参加しているし、まだまだ音楽に対する情熱は衰えていないんだ。彼の年齢を考えると、すごいわね。そうだぜ。クラプトンは75歳を過ぎても、ステージに立ち続けている。
もちろん、年齢や健康の問題で以前ほど頻繁にツアーを行うわけじゃないが、音楽への情熱は全く衰えていないんだ。最近の彼の活動で特に注目されていることは？最近のクラプトンは、コロナ禍での音楽活動やチャリティー活動が注目されているぜ。特にミュージシャンの支援や、パンデミックの影響を受けた人々へのチャリティー活動に積極的だ。また、彼のライブパフォーマンスは今でも多くのファンを魅了しているんだ。彼はこれからも音楽を続けるのかしら？クラプトンは以前、引退をほのめかしたこともあったが、実際には音楽を完全にやめることは考えていないみたいだな。彼にとって音楽は生きることそのものなんだろうな。これからも彼の音楽を楽しめるのね。ああ、彼の未来の展望としても、まだまだ多くの音楽が期待できるぜ。クラプトンは常に新しい挑戦を続けているから、今後も彼の音楽に驚かされることは間違いないだろうな。クラプトンのこれからの活動にも注目していきたいわね。そうだな。彼の音楽はこれからも多くの人々に影響を与え続けるだろう。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。